皆さんこんにちは。今日は F15 を使って衝撃波の実験をしてみたいと思います。それでは、まず音について学んでいきましょう。音とは男性的な内出重を伝播する波、特に空気中を伝わって聴覚によって捉えられるものだけを言う場合もあるが、音はほとんどの気体、液体、固体中を何体よ。音は波である。気体のみでなく液体、固体中も伝播する。音源が移動すると聞き手に到達する音の周波数が変化し音程が変わる。音には伝わる速度、音速があるため距離が離れているほど遅れて聞こえる。ってことでしょ？まあ、そういうことだ。これらを踏まえて次の映像を見てみよう。音の伝わり方がわかるぞ。まずはマッハ 0.8 だ。白い円はマッハ1で広がる音の波だ。音程が変化してるのがわかるね。この音程の変化をドップラー効果という。聞いたことあるかな？あります。次は音と同じ速度、マッハ1だ。その前に衝撃波の説明をするぞ。衝撃波とは1、衝突や爆発のような物理現象が起きた際に内室の急激な圧力変化により生成される。では見てみましょう。物体が音速よりも大きく移動する。音と同じ速度で飛ぶとどうなるでしょうか。ぶったまげるぞ。ああ、これはニュースになるね。そうだな。こっぴどく叱られるやつだ。次はマッハ 1.3 だ。音速以上の速度ではマッハコーンが形成される。衝撃波が遅れて到達するね。マッハコーンの角度によって遅れるんだ。マッハコーンの角度は音速から求められる。マッハ 1.3 で100度の円錐形マッハコーンができるというわけだ。次に1万フィートに高度を上げるとどうなるか。まずはマッハ 0.8 だ。行ってみよう。静かだね。音の強さは音源からの距離の2乗に反比例して減少するからな。つまり距離が2倍になると音の強さは4分の1になるんだ。これなら迷惑にならないね。そうだな。同じ高度でもマッハ 1.4 になるとどうかな？普通に衝撃波が来たよ。衝撃波は非常に大きなエネルギーのため普通の音ほど減衰しないんだ。音源や空気などの様々な要素で変化するんだ。では、速度はそのままで3万フィートまで高度を上げてみよう。耳を澄ましてな。かろうじて聞こえるくらいだね。航空法では音速を超えるような著しい高速の飛行は3万2000フィート以上でなければならないとされているんだ。なるほど、通報されないように気をつけなきゃね。みんなの幸せのためにな。